色はこれ漁師さんの網の色なんですけども、魚が違和感なくかかりやすい、そういった色で、昔からこれ漁師の言葉でカッチ色、エンジというか小豆色というか、そんな色で、魚から警戒なく釣れやすいだろうという。釣り人側もそれ結ぶのに難儀してると。ただその辺は釣り人側が技量でカバーすればいい話で、要は魚を釣らないと意味がないんで、魚から警戒心のない色ということでこのカッチ色で、今までは8ポンドまではあったでしょ。8ポンドから上25ポンドまでか、で今回この4ポンド5ポンド6ポンド渓流用として、細いのあった方がいいということで、いろんな方面からその細いのが欲しいという声も聞こえてきたんで、リクエストをしたんですよね。結構渓流もやられるんですか、山の釣り。5月いっぱい、6月の頭ぐらい、中旬ぐらいまでは桜やって、それから渓流入って、でなおかつ時期になってくると、初夏になってくると今度カラフトマスが上がってくるんですよ。それだったら大体サクラマスみたいに大きいというわけじゃ、大体アベレージこの辺だったら45とかその辺のサイズ、50超えれば大きい方、それだったらもう6ポンドで十分、渓流タックルで、そっちの方が面白いですね。あと雨降った時、それこそアメマスが入ってきます。それもだいたい30から40、大きいのは50。今日のタックルなんですけども、ロットの方は本並スピリットの、本並ロット4フィート7インチ4ピースのパックロット4ピースです。これでラインはバリバスのカッチ色の5ポンド、今日は5ポンド使います。リールはダイワのイグジストの2000番、ルアーは本並スピリットのマキリのチャートにアワビを張ったものです。昨日までは水色すごいクリア、ジンクリアだったんで、もう超渇水で、今日は昨夜の雨で少し増水して少し濁りました。ルアーとしては最高の状況ですね。あとは魚が釣れるか釣れないか、やってみないと。17、高いよ。昨日も17。だいたいヤマメは11度12度だから、17度ってもうお湯、釣り人にとってはいいんだけどね、ちょうどいい。来ました、ちっちゃいのが来ましたちっちゃいです。15センチぐらいです。なんか野生的な顔、でいつもだったらこれが釣ってあと2つぐらい釣って終わりで、こういったところで前だったら尺30から35が一番サイズ的に一番多いのが31、2、3が多いの。かかったらすごいよ、ザーッと走っていくから、ガチャ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 やるし、だから魚は早くネットさえ入れたい、ただ走る、暴れる、焦ってもう心臓がこんなになってるしで行けば今度転びやるって本並さんでもヤマメが相手になれば100超えでちょっとドキドキする。そう結局はタックル脅してっから
メーターオーバーの糸と同じようなスリリングな味わうことができるの。来ました。綺麗なヤマメです。20センチぐらいだね。結局こんなに持ってても使うの1つか2つしかないからね。これチャートのアワビ針りシェル針りです。 4.4 センチ4グラムシンキングです。リップが破壊されましたマキリはリップがなくても泳ぎます。これナチュラルカラーのワカサギカラーで、これ6センチ5グラムシンキング、これ 4.4 センチの4グラムのシンキングで、ピンクヤマメのシェル針、アワビね、アワビ針なんで、全般的にアワビ効くんで。ダブルユニミットじゃない時はあるんですか？なし。全部、海も全部。すべて。みたいなやつは何ですか？爪切りみたいなやつじゃなくて、爪切りそのものです。鍛冶屋さんというか、その名工が作った爪切り。よくラインカッターって市販されてるんですけども、それいろんなメーカー使ったんだけども、全く切れなくて、その太いラインが特にで、一番いいのはこの爪切り。どんな太いのでもパツパツと切れます。で現場で自分の爪が伸びたら自分の爪も切れます。これ一番最高のラインカッターですね。イチゴ煮って知ってる？こっちのウニとアワビとさ、ウニがこれに見えるからイチゴ煮になったの。これ美味しいよ。ピーイチゴ。子供の頃こればっかり取ってる。粒が大きいのを選んだ方がいいよ。大きくてポクッとなってるの。ポクッと。これとかさ、これはこんなに珍しいよ。来ました来ました来ましたイワナだ。イワナです。いいイワナだねすごい綺麗で。27、8。はい、行きなさいあなた。来ました。ヤマメだ。ヤマメ。すごいパーマークはっきりしてるな。やっぱり尺29か尺が欲しいね。精悍な顔立ちの。来ました。外れましたこんなのが泳いでる。今までのカッチーロ本流用の大物用として発売してきたんですけども、その渓流用として別物を今回制作するということで、渓流用ですから456前に発売になっているビッグトロートとは全く違う性質のもの工法で作ってます。大型魚用の太い板って大事な要素というか、ラインとして。
第一に結束強度で、まあ要は魚かかっても切れないその引っ張り強度、あとはそのあまり硬いといっても硬すぎちゃダメで、特に糸とかなんかはその寒冷地の時ほら雪降る時も使うから。まずすれに強いやつ、岩とかなんかいっぱいもうありますから、こっちのね特に太平洋側、まあ日本海側はそうなんだけども、まあすれに強いで、まあよれに強い角は俺はありえないと思うんだ。どんなルアー使ってもさ、特に渓流俺これかスピナーも使うから、スピナー使うはすんごいよれっから、よれるなったってそれは無理な話、でミノだってトゥイッチかけたりなんだりしてこう来ると結構よれが入るんだよね。でナイロンってスプールに巻いた時点でもう劣化が始まってますから、その辺はもうバンバン買い替えていった方がトラブルを削減できますから。何兆個ぐらいで巻き替えますか？渓流だったらだいたいフルに朝から夕方までやって2日丸2日で、今日やって明日やって明後日は新しいのを巻く、知り合いが去年のそのまんま次の年も使ってて、でぶっちぶっち切られるの当たり前だって、だから一回巻いて何もテンションかけない普通に使っていれば、そのまんまのなんつうの強さ、巻いた時の状態でいるもんだと思ってるんだってね。それは間違ってるよって。あとは細いからやっぱりしなやかさが必要だね。結ぶ時硬いとどうしてもパツ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 していくから。で結び目が硬いとどうしてもギュッと引っ張っても今度切りやすくなるの。硬いがゆえに。だから硬くて強ければいいつ問題じゃない。あとはその釣り人がこれ使ってて見づらいとか何するというのはそれ爆発踏んだりなんですが全然問題ないしトラブルないし。